すまねえな。そうやってるとまるで故障みたいだな。ありがとう雪村君。すまんね、こんな仕事まで。おいしいよ。ちょっとぬるいけど、これくらい好きのある方が君らしいよね。会津藩から正式な要請が下った。ただいまより我ら新選組は総員出陣の準備を開始する。ついに会津藩も我らの働きをお認めくださったのだな。はしゃいでる暇はねえんだ。てめえらもとっとと準備しやがれ。ったく、てめえの尻に火がついてから俺らを召喚しても後手だろうがよ。沖田君と東堂君は屯所で待機してください。不服でしょうが私もご一緒しますので。君たちの負傷が癒えていないように私の腕も思うように動きませんから。傷が残ってるわけじゃないですけどね、僕の場合。でも確かに本調子じゃないかな。俺だって別に大した怪我じゃないんだよ。近藤さんたちは過酷すぎるんだ。大した怪我じゃないとか嘘つくなよ。昨日も傷口に薬塗られて悲鳴上げてただろ。うわ、そういうこと言う。サヌさんは武士の情けとかないの？けど本当のことだろ。せめて女の子の前では黙っててくれたっていいじゃん。そういえば、もし新選組が出陣することになったら一緒に参加したいとか言ってたよな。おお、そうだな。こんな機会は二度とないかもしれん。うわ、いいな。せっかくだし俺の分まで活躍してきてよ。今度も無事で済む保証はねえんだ。お前を短所でおとなしくしてやろう。君は新選組の足を引っ張るつもりですか。遊びで同行していいものではありませんよ。三男総長、それは彼女が迷惑をかけなければ同行を許可するという意味の発言ですか。まさか斎藤君まで彼女を参加させたいとおっしゃるんですか。彼女は池田屋事件において我々新選組の助けとなりました。働きのみを評価するのであれば
一概に足手まといとも言えないかと。よし、わかった。君の参加に関しては俺が全責任を持とう。もちろん同行を希望するのであればだな。戦場に行くんだって分かってるなら、あとは君の好きにすればいいと思うよ。会津中将松平片森様お預かり新選組、京都守護職の要請により長谷参事申した。要請だと。そのような通達は届いておらん。内輪の情報伝達さえままならんとは、戦況によほどの混迷を呈したと見える。そうとも限らん。しかし敵方に翻弄されてはいるのだろうな。しかし我らには正式な書状もある。上に取り次いでいただければ。取り継ごうとも回答は同じだ。さあ帰れ。二分郎ごときに用はないわ。まあお前が落ち込むことじゃないさ。俺たちの扱いなんざこんなもんだ。俺らが諸次第に対して下手に騒げば会津の顔を潰しちまうかもしれないしな。近藤局長、諸次第では話になりません。奉行所を離れ会津藩と合流しましょう。それしかないな。守護職が設営している陣を探そう。新選組？我々会津藩と共に待機。そんな連絡は受けておらんな。すまんが藩邸へ問い合わせてくれるか。あ？お前らのところの判定が新選組は九条河原へ行けって言ったんだよ。その俺らを適当に扱うってのは新選組を呼びつけたお前らの上司をないがしろにする行為だって分かってんのか？
陣営の責任者と話がしたい。上に取り次いでいただけますかな。どうやらここの会津藩兵たちは主戦力じゃなくただの予備兵らしい。会津藩の主だった兵たちは蛤御門の方を守っているそうだ。屯所に来た前例の話や一刻を争う事態だったんじゃねえのか。状況が動き次第即座に戦場へ馳せる。今の俺たちにできるのはそれだけだ。休むなら言えよ。俺の膝くらいなら貸してやる。行くぞ。待たんか新選組、我々は待機を命じられているのだぞ。てめえらは待機するために待機してんのか。御所を守るために待機してたんじゃねえのか。長州の野郎どもが攻め込んできたら援軍に行くための待機だろうが。しかし出動命令はまだ。自分の仕事にひとかけらでも誇りがあるならてめえらも待機だうんぬん言わずに動きやがれ。敵が確実にいる場所、蛤御門を目指す。蛤御門では激しい戦闘が始まっているだろう。あんたも今のうちに気を引き締めておけ。しかし天子様の御所に討ち入るなど長州は一体何を考えているのだ。長州は尊王派のはずなんだがな。朝方、蛤御門へ押しかけた長州勢は
会津と薩摩の兵力により退けられた模様です。薩摩が会津の手助けね。世の中変われば変わるもんだな。土方さん、公家御門の方にはまだ長州の奴らが残ってるそうですが。副長、今回の御所襲撃を先導したとみられる過激派の中心人物らが天王山に向かっています。忙しくなるぞ。佐之助、太陽率いて公家御門へ向かい、長州の残党どもを追い返せ。あいよ。斎藤と山崎には状況の確認を頼む。当初の予定通り蛤御門の守備に当たれ。御意。それから大将、あんたには大仕事がある。手間だろうが会津の上層部に掛け合ってくれ。天王山に向かって奴ら以外にも敗山兵はいる。商家にお叱りしながら落ち延びるんだろうよ。追討するなら俺らも京を離れることになる。その許可をもらいに行けるのはあんただけだ。なるほどな。局長である俺が行けばきっと守護職も取り合ってくれるだろう。源さんも守護職邸に行く近藤さんと同行して、大将が暴走しないように見張っておいてくれ。はいよ、任されました。残りの者は俺と共に天王山へ向かう。それからお前は好きな場所に同行しろ。だが近藤さんについていくのにした。
てめえふざけんなよ。おい大丈夫か。その羽織は新選組だな。相変わらず野暮な風体をしている。あの夜も池田屋に乗り込んできたかと思えば、今日もまた戦場で手柄探しとは。田舎侍にはまだ餌が足りんと見える。いや、貴様らは侍ですらなかったな。お前が池田屋にいた凄腕とやらか。しかし随分と安い挑発をするもんだな。腕だけは確かな百姓集団と聞いていたが、このありさまを見るにそれも作り話だったようだな。池田屋に来ていたあの男、起きたと言ったか。あれも見客と呼ぶには非力な男だった。掃除の悪口なら好きなだけ言えよ。でもな、その前にこいつを殺した訳を言え。その訳が納得いかねえもんだったら、今すぐ俺がお前をぶった切る。貴様らが武士の誇りも知らず、手柄を得ることしか頭にない幕府の犬だからだ。敗北を知り戦場を去った連中を何のために追い立てようというのだ。腹を切る時間と場所を求め天王山を目指した長州侍の誇りを何故に理解せんのだ。ならば新選組が手柄を立てるためであれば、他人の誇りを犯してもよいというのか。偉そうに話し出すから何かと思えば、戦いをなめんじゃねえぞ、この甘ったれが。何？身勝手な理由で喧嘩をふっかけたくせに、討ち死にする覚悟もなく尻尾巻いた連中が武士らしく綺麗に死ねるわけねえだろうが。罪人は斬首刑で十分だ。おのずから腹を切る名誉なんざ、御所に弓引いた逆賊には不要のもんだろう。自ら戦いを仕掛けるからには殺される覚悟も済ませておけと言いたいのか。死ぬ覚悟もなしに戦を始めたんなら、それこそ武士の風上にも置けねえな。奴らに武士の誇りがあるんなら、
俺らも手を抜かねえのが最後の花向けだろう。で、お前も覚悟はできてるんだろうな。俺たちの仲間を切り殺したその覚悟。口だけは達者らしいが、まさか俺を殺せるとでも思っているのか。